Neko 1, Neko 2, Neko 3, Neko 4.今日はこれから今朝の、何時だっけ、9時近くだと思うんですけど、じゃあこれからDMV に行ってきます。DMV っていうのは D と M と V でDivision of Motor Vehicle。それかたまにMotor V とも言うんですけれども、何をするかというと、車の免許を取りに行くところ。これは日本にいる人は信じられないかもしれないんですけど、アメリカでは免許めちゃくちゃ安く取れます。だいたい30ドルとか、それぐらい。実は僕は昔ハワイに、前のビデオとかでも結構話してたかもしれないですけど、実は僕一回も日本で免許取ったことなくて、その理由としては、日本では免許を取るのはちょっと高すぎるっていう。アメリカと日本で免許取る時の値段の違い、かかる金額の違いっていうのを聞いてたから、ハワイに行く前に、免許は取らないで、ハワイに行った時に免許を取ろうかなと思いました。ハワイに行った時に、ちょっとはっきりと覚えてないんだけれども、そのアメリカで免許取るには、筆記試験とロードテストっていうのがあって、筆記試験の方は受けるのに8ドルぐらい。ハワイに行った時は8ドルか10ドルとかそのぐらい。本当に安い値段。ロードテストは確か20ドルぐらい。そのロードテストが実際の運転の、試験で、ちゃんと運転できるかどうかっていう試験。それを受けて、テスト全部受かって、ハワイでも、免許取って、で、ハワイで運転結構してたりもしてたんですけど、車の免許の期限が切れそうだったので、ちょっと複雑な話になっちゃうんですけど、車の免許アメリカで取ったら、日本に持って帰ると、そのままアメリカの免許から日本の免許に切り替えることができるんですけど、結構安く切り替えられます。なので、日本で免許取るよりは、アメリカで免許取って、それを日本に持ち帰って、で、それを免許に切り替えた方が確実に、断然安い。その大学行ってた時に、夏休み中に日本に一回帰ってた時もあって、ただその大学行ってた時にしてたアルバイトがあったんですけど、で、そのアルバイトを続けたい場合は、2週間以上休んではいけないっていうルールがあって、だから日本に帰ってた時も、2週間以上は入れないなと思って、2週間以上やったらやめなきゃいけないし、なので2週間だけ日本に夏休み中帰ってたりもしてたんですけど、でその時に日本の免許に切り替えようと思ってたんですけど、ただ免許を切り替えるために役所の方に電話をかけたんですけど、手続きには2週間以上かかりますっていう風に言われました。なので、免許を取るか、ハワイで働いてたそのバイトを辞めるかっていう、どっちかの選択があって、その時は結構楽観的に考えてて、免許どうせまた、卒業した後でも日本の免許切り替えられるかなとかっていう、軽い気持ちでなのでバイトを選びました。皆さんの中で、じゃあバイト辞めて2週間でバイトクビになっても、またハワイに来てまた手続きし直せばいいんじゃないかっていう、考え方も、ある人もいるかもしれないし、わかんない。僕だけかもしれないですけど、それを思ってて、ただ、バイトその時やってた時結構時給が、結構長く働いてて、時給が日本であるかわかんないんですけど、アメリカほとんどは時給が昇給制度っていうのは普通で、1年働けば25セント上がったり、50セント上がったり、それは会社によっても場所によっても違うんですけど、だから要するにバイトが結構いい感じで時給上がってて、自分の給料も結構いい感じになってて、なので辞めたくないっていう気持ちがあって、それで日本に帰った時もそんな免許ぐらいで辞めるわけにいかないっていう風に思ってました。ってことで、そのまま、大学の卒業の日が近づいてきて、また DMV に行って免許の更新しようと思いました。ただ行った時に DMV の役所の人に言われたのが、免許更新できないって言われました。で、どうしてできなかったというと、アメリカの留学したり大学行ったりするのにビザが必要で、学生ビザの実は期限が卒業と同時に切れるっていう、卒業と同時というか、その卒業よりちょっと若干前ぐらいで、実は切れるっていうことを知らなかったので、というよりそれ以前にビザが切れたら免許更新ができなかったっていうことを知らなくて、で、自分の考えがかなり浅はかだったなっていうふうに、その時も学んだんですけど、ビザの期限が切れて、ビザが有効じゃないと免許更新できないことになりました。それを言われて、マジかと思って。日本で更新しとけばよかったなって、ちょっとその時ね、ちょっと後悔したんですけど。で、
残念って感じで終わりました。まあ車は結構乗ってたり、まして免許もずっと持ってました。アクシデントもちょっとあったんですけど、今まで大学卒業してからは車は一回も運転してないし、まあ免許もなかったんですけど、しばらく経ってウィットニーと会って、で、ウィットニーと結婚して、その間手続きとかいろいろあって、やっぱり免許取るのにはいろいろと資格が必要で、まあその資格っていうのが、その僕の状況だと、グリーンカードっていうのと、ワークパーミットっていうのがあって、そのワークパーミットは、要するに仕事をするための許可証みたいな。で、そういうカードがあります。で、グリーンカードは、まあもちろんその永住権ですね。まあグリーンカードっていうのはかなり複雑で、結構お金も時間もかかるので、そのワークパーミットっていうのがグリーンカードが送られてくる前に届けられます。で、そのワークパーミットが届き次第、働いたりすることができます。で、そのワークパーミットがあれば免許を取ることができます。ということで今日は、免許を取りに行きます。はい。というわけで、免許取りに行ってきます。じゃあね、バイ。10分から15分ぐらいでの場所に免許取る場所があるので、そこに行ってこれからまずハワイで免許取った時と同じで、最初にまず筆記試験があるのでそれを受けに行きます。それで今日はそれだけやります。髪がやばい。とりあえずそれで受かれば、まあ次今度ロードテストの予約をして、また別の日に今度は本免許を取りに行きます。とりあえず筆記試験が受かればなんていうんだろうね、英語だと temporary license、but まあ日本語でちょっと忘れて、短いだけ使える免許があるのでそれを取れます。それが取れれば今度ロードテストを受けて、でそれが受かれば実際に本当の本免許が取れます。Do you think I'm gonna pass this time? Absolutely. You might miss one or two. Hopefully, I don't know. You can actually miss 6 questions a max, and if you exceed more than 6 questions, you fail. So you can't pass. Wish me luck. Here we are, DMV. I don't have my handy. Good. Probably anybody here today use good. Here we go. Good luck. A few moments later. 筆記試験終わりました。結果この笑顔を見ての通り。というわけで筆記試験は受かりました。そうだね、あんまり混んでなくて結構リラックスして試験受けることできました。マジで嬉しい。でめっちゃ緊張した。なんか結構受かる自信あったからあれだけど、だからあんまり緊張する必要なかったのかもしれないけれども、実際にねやっぱり試験ってなるとやっぱりちょっと緊張してしまうけれど、まあ無事に受かりました。思い出した。さっき言葉忘れたって言ったけど、そうだ、仮免許ね。仮免取ったので今度はロード試験あるから、それは今度電話で予約して、でまあある程度運転して練習して、で運転するのにも今この仮免だとちゃんと本免許持ってる人一緒に運転しないと運転できないんだよね。なので、まあ、ウィットニーが持ってるから、なのでウィットニーと一緒に運転してちょっと練習して、まあ、ちょっとじゃないか、まあしばらく乗ってないから忘れてると思うので、ちゃんと乗れるようになるまで練習して、もう大丈夫だっていう感じになったら今
今度はロード試験受けてきます。こんな感じで、ブログというよりはちょっとアメリカの免許取るのはどんな感じなのかっていうのをちょっと動画にしてみました。少しでも参考になってくれれば嬉しいです。今日の動画ご覧になってくれてありがとうございます。ぜひ、like ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で Stay Skaks, enjoy your day and peace, bye.